おはようございます。しゅんやです。今日の FD レスターは皆さんお待ちかね、下回りの防水塗装です。僕が住んでる地域山形なんですけど、どうしても冬場融雪剤で車が錆びるので、車が錆びないように今回はアンダーコート、そして防水ワックス、これを使って対策していきます。一応純正でもアンダーコートを塗られてます。チッピング塗装というか。ただこれ塗られてるのはタイヤハウスだけですね。飛び石で傷がつかないように、そういう感じで塗ってあるやつです。で、フロア下とかを見てもらうと、こっちには全然アンダーコートを塗られてないので、どうしてもやっぱこういうところから錆が広がってきやすいですよね。なので今回は下回り全部アンダーコートを塗って錆対策していきたいと思います。今までの動画でフロアの板金、そしてフロントのホイールハウスの板金とやってきて、塗装の下地あらかた終わってるんですけど、まだリアのホイールハウスが手つかずの状態だったんで、まずはリアのホイールハウスの下地作りから作業を進めていきます。ひび割れてしまったシーラー。これ雨漏りの原因になるんで、これきっちり剥がしていきます。で、飛び散ってるこの青い塗装。これも密着不良を起こしてるから、剥がせるだけ剥がして、洗剤で洗って、多分両側、左右のホイールアーチで2時間あれば作業終わると思うんで、ささっと終わらせてしまいたいと思います。それじゃあ作業を開始していきます。水洗いで泥汚れ落としていきます。下地作り終了。今回はサフェーサー入れません。塗装を全部剥がしたわけでもないしね。鉄板錆出てるわけでもないし、どっか板金したわけでもないから、今回このままアンダーコート塗っていきます。表面の青い塗装、まだ若干残ってるんですけど、このぐらい落としてあれば密着不良も起きないと思うし、これで大丈夫だと思います。っていうかね、今回使う塗料、割と密着はいい方の塗料なんで、多少こんな感じで残ってても、この辺の黒い部分っていうのか、剥がした部分、こういうところでしっかりと密着してくれるから、そこまで気使わなくても大丈夫だと思います。この辺はどこまで剥がせばいいかとかは経験値ですね。今まで作業やってきた感です。反対側も同じような状態です。塗装に足つけて洗剤で洗って、ひび割れてたシーラーは剥がしました。そしてフロアは、前回までの動画で下地作りをやってあるので、もう洗剤とかで洗って泥汚れも全部落として作業やってあったので、今回はこのまま塗装をやっていきます。まずは脱脂していきます。そしたら次はボディシーラー、シーリング入れていきます。使っていくのはシーカフレックス227。僕が好きで愛用しているシーリング剤です。別にメーカーどこでもいいと思うんですけど、これね、割とこう粘度もいい感じだし、乾いた時のベタつき加減とか、塗装の乗り具合とか、トータル的な性能でこれがいいと思ってます。
若干値段高いんですけどね。先端をちょこっと切り落として、で基本的には自分でシーリング剥がしたところに塗っていくような感じですかね。ただ剥がした場所全部が全部覚えてるわけじゃないので、今回こういうのをちゃんと見ていきます。サービスマニュアル、どこに塗ればいいかが全部書いてあるんで、これ見ながら塗り残しのないようにちゃんとやっていきます。あとね、チッピング塗装、アンダーコートどこに塗ればいいかとかも全部指示あるんですよ。アンダーコートに関してはこの指示書通りにやらずに、床面全部入れる予定なんですけど、あとね、防水塗装、これもどこに入れた方がいいとかって全部指示が入ってます。でも基本的にシーリングだけですね、サービスマニュアルに従うの。それ以外の部分は純正以上にしっかりと全面塗っていきます。あとシーリング、こういう感じで紐状で塗りっぱなしの部分もあれば、ハケでなびったような感じの場所もあるんで、そういうのはこういうヘラ使ったりとか、こういうハケ、これシーラー塗るため専用のハケ、かなりこの毛先が粗くて結構硬めのハケ、こういうのを使って綺麗に施工していきます。それじゃあシーラー入れていきます。ここでビューっと。そしてヘラでなびります。こんな感じ。こうやってやっておけばちゃんと鉄板の奥の方までシーラーがね入り込んでくれるんで、ちゃんと埋まってなかったとかそういう失敗がなくなります。ヘラでなびるとこんな感じです。これで鉄板の奥の方までシーラーが入り込んでくれました。でもしこれにハケ目、純正のやつと同じようなこのハケで引っ張って跡をつけたいときはこれでなびってあげると、こんな風に純正っぽい感じになります。これがこう。他の場所ちょっと撮影しにくいからここで撮影しやすい場所で撮っちゃうんですけど、一発目シーラー引いてこれをすぐハケで引こうとするとうまいこといかないんですよね。こんな感じになっちゃうんですよ。これだとちょっと純正っぽくないじゃないですか。ただ上に乗っかってるだけみたいな感じになっちゃうから、必ずこうやってヘラでしごいて幅を広げて、しかも奥の方までしっかり入るようにしてからハケ引き、こんな感じですね。正直ね、このガンから出すこの塗りは相当雑でも大丈夫です。こうやってヘラでなびってしまえば分からなくなる。なんだったら純正のシーラーの方が相当雑な時ありますからね。たまにこういうのがさ、こうビュッてこんなになってたりするのもあるぐらいだから、この辺は一応ハケで引いておくか。アンダーコートあんまりかけない場所なんで、後でボディカラー塗った時にハケ模様が見えるようにしておこう。ちょっと純正っぽく。じゃあついでのついでで、こういうちょっとはみ出して、あ、失敗した、つけるの間違えたっていう時はシリコンオフ、これでこうやって拭いてあげると落ちます。だからシーラー入れるのね、そんなに神経質にならなくても大丈夫です。で色塗ったら全然分かんなくなっちゃうから。はい、こんな感じで下回り全部作業をやっていきます。
あとこの溶接した場所、これシーラー塗っときます。まあシーラーで凸凹を隠すのと、溶接のもしかしたらピンホール的な穴をね埋めておきたいので、あんまり溶接がうまくないので見た目が良くないんですよ。シーラーでなびってからアンダーコート塗っちゃえばもう完璧な荒隠しになります。まあでも外板もあれだもんね、溶接削ってパテ入れるんだから、それと同じような感じか。削る必要性のないパテを塗ってるようなもんだね。それで変なとこから水吸って鉄板腐ってきたとかはならなくて済むかな。あとはホイールハウス。これはここだね、割れてた場所。よいしょ。あとここ、もともとのシーラーというかチッピングの段差、これがねちょっとね目立つから、ここもちょっと入れときます。アンダーコートを塗ってもこの凸凹とかは埋めてくれないから、ちょっと見た目を気にするので凸凹してるところは埋めておく。凸凹っていうかなんというか、段差になってるようなとこ、なだらかな面になるように埋めるっていう感じかな。はい、ということでシーラー全部入れ終わりました。フロントのホイールハウス、リアのホイールハウス、もちろん反対側も入れてあります。こんな感じです。で、下側も全部入れ終わった。フロア下側撮影しにくかったからあんまり撮れてないかもしれないですけど、こんな感じです。ここがスペアタイヤつくフロアパンで、こっちのパネルがナンバープレートとかつく方のパネルです。この合わせ目、こうやって水抜き穴がついていて、ここは埋めないようにしてあります。これ埋めちゃうと水抜けなくなって中から腐ってくるから、こういう風に純正と同じようにやってあります。で、他にもホイールアーチの下の部分とかもこうやってちょこちょこ水抜き穴があったりするんで、こういうとこ埋めないように注意必要ですね。同じくフロアトンネルもね、こうやって部品に水抜き穴ついてるんですよ。なのでこういうのも埋めないように気をつけてシーラー入れていきました。あとフレーム、これエンジンルームの角パイで、こっちからこう来て、こっちがフロアなんですけど、ここでシーラー終わるんですよ。で、純正こっち側入らないんですね。こっち側から流れてきた水がここからパネルの合わせ目から抜けるようになってるんで、ここ間違って塞いじゃうと鉄板腐ってきちゃいます。そしたら次、まだちょっとアンダーコート塗れないんですよ。やらなきゃいけないことがある。これ缶スプレー、艶消しの黒なんですけど、このストラットの取り付け部分、純正のねグレーの塗装のままなんですよね。これちょっと目立つから、ここ艶消しの黒塗っていきます。あとこっちもかな、メンバーの取り付け部分、ここもアンダーコート塗ってしまうとメンバーの座りが悪くなったら嫌なんで、ここも艶消しで先に塗っておきます。で、アンダーコートを塗らなくて済むようにしておく。フロント側のストラットは黒いサフェーサで塗ったんで、こっちは缶スプレー塗らなくて大丈夫です。ただ配線通すとこなんですけど、黒のサフェーサ入れたんですけどシーラー塗っちゃったから、シーラーだけもう一回色入れときます。
この辺もあんまりアンダーコート塗りたくないですよね。そしてマスキングやっていきます。どうせサフェーサー研いで色塗るからそんなにしっかりやらなくてもいいんですけど、後で研ぐのめんどくさいからね、ある程度飛び散ってほしくないところだけやっておきます。そしてここのアームがつく部分、ここは塗料を絶対つけたくないんで、マスキングこんな感じにしておきます。同じようにリアのストラットもここ囲っておきます。塗り方で調整してもよかったけど、どうしよっかな。塗りでいやーめんどくさいな。一気にガーッと塗った方が楽だもんな。よし OK。 マスキング終了です。本当にざっくりですね。塗るときにここちょっと飛び散って後々大変そうだなって思う部分だけやってあります。下回りはこうですね。サイドシルの耳にテープ貼って外側に飛んでこないような、本当にざっくりです。でホイールハウスはこう取り付け部分こうやってマスキングして、アッパーマウントのところもマスキングして、でヘッドライト裏、この辺は塗る予定ないから、塗るのがねこの辺までなんですよね。だからほんとこういう感じです。フロア下はこんな感じ。あと一緒に塗りたかったんでこれもくっつけました。燃料タンクがつくところのカバー、これも裏面こうやってフロアから見るとここが見える場所というか、アンダーコートがかかってほしい場所だったので、こういう感じで塗ってきます。これで塗ってしまえばいっぺんに塗れるからね、楽ですね。はい、お待たせいたしました。塗装の時間でございます。マツダのアンダーコートといえばノックスドールだと思うんですけど、残念ながら今回、こちらを使っていきます。1年ケミカルのアンダーコート。これ塗った後ベタベタしない、乾くとね表面がベタベタしないタイプのアンダーコートです。前の職場で使ってたんで、どういうやつかよく分かってるから今回こっちで塗っていきます。下回りの整備するときにさ、手袋とかもなんかこの腕とかにさアンダーコートがつくのが嫌で、ジムニーでノックスドール使った時結構いい感じだなと思ったんですけど、ジムニーの場合下回りスペースがあるからねいいんだけど、 FD 下回り結構狭いから整備するの大変だなと思ってこっちでやっていきます。これね膜厚結構分厚く塗れるし、で乾いた後はベタベタしないし、鉄板のね強度が上がるってメーカー歌ってるんですけど、多分強度は気休めだと思うんですよね。どちらかというと遮音性が上がるというか、振動が減るというか、そんな感じなんだと思います。そして奇跡的にガンはねノックスドールのガンが使えたんですよ。ここのネジのサイズこれぴったりだったんで、はい、今回はノックスドールのガンで塗っていきます。素晴らしい、本当に素晴らしい。いくつもガンを用意しなくて済む。あとついでに補足、ノックスドール塗るとき先にね防水ワックス塗ってから塗れるんですよ。っていうかその方が中の方に浸透しやすいから、ノックスドールはそれを推奨してます、この組み合わせの場合ね。ただ今回は一年さんのこっち使うんで、防水ワックス先に塗ると弾いたりとかなんかそんな風になっても嫌だから、今回は先にアンダーコート塗って乾いてから防水ワックス、ラストガードクリアを使うかノックスドール750を使うか、どっち使うか分かんないですけど、そんな感じでやっていきます。でついでにもう一つ補足、もうシーラー入れちゃったからなんとなく気づいてる人いると思うんですけど、今回研ぎ入れずにそのまま塗っていきます。中古車とかで施工するとき下回り足付けとかせずね、そのまま高圧洗浄をかけて塗っちゃうパターンが多いんですけど、それができるぐらい密着力高いんで、今回は足付けなしでそのままいきます。
塗装するともう服から何から全部ベッタベタになるから着替えます。さすがにアンダーコートはきつい。で、防塵マスクと保護メガネ、下回り潜って作業やるからさ、もう全部顔に降ってくるんですよね。はい、変質車の完成です。それじゃあ塗装タイム行ってみよう。今回ガンの圧力はかなり高めに設定して塗装しています。チッピングのボツボツ感を抑えたかったのと、パネルの奥の方までしっかり塗装しておきたかったので、エア圧高めで塗っています。エア圧高めの弊害としては余計なところに飛び散る。もうそれだけですね。ただ今回は下回り全部塗装するので気にせず思いっきり塗っていきます。映像では1回塗りで終わってるようになってますが、ちゃんと2回塗りで膜圧がつくように塗装しておきました。それでは続きの映像をご覧ください。塗装翌日、綺麗になりました。そして触ってもベタベタしない。これだったら整備するのいい感じですね。服とか手につかないから。純正っぽい感じ。いや、純正以上だね。塗った範囲が純正よりも広い面積塗ったから。これで錆びの心配はなくなるでしょう。下回りもこんな感じ。やっぱ黒で塗ると下回り引き締まるね。フロアトンネルも綺麗。純正はここにね、アンダーコート入ってないからミッションの音が割と室内響くと思うんですけど、今回アンダーコートちゃんと塗ったからね、メカノイズ的な音もだいぶ軽減されると思います。こちらはリアのホイールハウス。こっちも綺麗だね。こんだけちゃんと塗ってあれば、ほら、この奥の方とかこの辺とか、この辺ちゃんと塗ってあれば塩害で錆の心配もなくなるんじゃないかな。タイヤが巻き上げた水とかがここに溜まって、やっぱりこういうところから鉄板腐ってきやすいですもんね。もともとボディだけは状態のいい車だったから、今ここで手入れしてあげればまだまだ長く乗れそうですね。ちなみにここスペアタイヤのつく部分錆びてて穴開いてたから鉄板溶接やったんですけど、シーラー入れてアンダーコートを塗るとこんな風に直したところはね、ほとんどわからなくなります。マスキング剥がしてみました。このアームの取り付け部分とかアンダーコート塗られてないから部品の座りは心配ないと思います。もちろんアッパーマウントの部分も大丈夫。よいしょ。そしたら最後の仕上げに防水ワックス塗っていきます。今回両方使う。ジムニーの時もそうだったけど、こっちのラストガードクリア、こっちは表面から見える部分というか、割と手で触ったりするようなところに塗っとこうかな。乾くとね、ベタベタ残るんですけど、そこまでベタベタしないというか、ある程度乾いてくれるワックスです。でノックスドールの方はずっと乾かずに液体のまま保つというか、いつまでたっても油のままでいるような感じなんで、これはフレームの中とか、手の触れないようなところに塗っていきます。好みの問題みたいなのもあるんですけどね、たまたま今両方とも手元にあるから使い分けっていう感じです。
でこのノズル先っちょからね放射状に油が出るようなノズルなので、これちょっと試しにやってみるんですけど、こういう感じでプシュってやるとこういう風になるんですよ。ノズルを入れた周りに塗っていくような感じになるので、これはフレームの中で使っていきます。こういうフレームの穴の中からノズルを入れて、そしてラストガードクリア。これは外から見えるようなとこ、例えばこのネジの取り付けのプレートみたいなのとか、こういうところにシュッシュッとここもそうだね。でちょっと塗りすぎてはみ出しちゃった部分はこうやって拭いてあげれば綺麗になるから。よいしょ。だいたい1日ぐらいはこの液体の状態保ってるかな。とりあえず今回防水ワックスはこのぐらいですね。下回り、そして後ろ側のフレームのみ。まだ本当はエンドパネルの方からとかサイドシルとか、あとエンジンルーム側のこのフレーム、こっち側ね、この中とかもかけたいんですけど、この後塗装するからね、ワックス塗っちゃうと弾いたりとかしたら嫌だから、ボディカラー塗装して後からもう一回ワックス入れます。こっち側ね。とりあえず今回の合成ワックスはこれで終了。はい、ということで本日は FD の下回りの錆対策の動画でした。これで FD 冬場気にせず乗ってもらえる。まあ FR だからちょっと乗るの大変かもしんないけどね。でも ABS ちゃんとついてるし、リアのタイヤトラクションさえちゃんと稼げれば乗れるからね。よっぽどジムニーの方が運転するの大変かもしんない。そう、うちのジムニー ABS ついてないから、普通にブレーキ踏むとねタイヤロックしちゃうから、結構ねブレーキがシビアなんですよ冬場。まあ4駆だから走るのはね割と楽に走れるんですけど、ブレーキングがちょっと大変。でもこれ ABS ついてるから走れるでしょ。大丈夫ですよ。スタックしない限りは FD も普通の車と一緒だからね。とりあえず下回りアンダーコート塗り終わったから、これで足回りの部品とか組んで車下ろせるね。いけるね。とりあえずちょっと車下ろしたかったんですよ。いつまでも馬かけて上げとくのも危ないからね。あと部品も結構溢れ返ってるから、組めるもん組んで車を下ろしてっていう感じで今後の動画やっていきたいと思います。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。